吸ったら指がずーっといい匂いのにゃんこです。あー美味しそう。指がずっと美味しそう。はい、今日のにゃんちゃねを受けてくれたのは40代女性さとみさんです。さとみさんは看護師さんをされていて、以前の動画幼少期のトラウマに出演してくださったライトワーカー講師ミカさんの生徒さんでもあります。スピリチュアルな道に進むのか、それとも看護師さんを極める道に進むのかというさとみさんの質問へのメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。さとみさん何科なんですか？私は呼吸器内科と呼吸器外科と、あと集中治療室がある、なんか変な混ざってる。一般病棟に出ることもあれば、集中治療の担当の辺もあれば、辺でバラバラ。そんなんやりつつね、スピリチュアル系のこともするってすごい欲ですよね。看護師さんだけでもまあ大概忙しいのにね。そうですかね。でも面白い世界に入ったなとは思ってますけどね。で、それになんか、看護研究をやって論文書いてとかっていうのがあるんですよ。で、看護師のそういう学術集会みたいな、そういうのもあったりとかするんですよね。一人でちゃんと論文書いて、なんかそれが合格したの合格しないのとかそういうのがあるんです。たまたまその論文がいいやつだったじゃないけど、なんか学会出さないって話になって出したら取っちゃったみたいです。すごーい。何？で、発表してもらってもいいですかって向こうから来て、発表することになっちゃった。スーツ着て。すごーい。スーパー看護師さんじゃないですか。わかんないですけどね、なかなかそっち道にやっぱり行けっていうことなのかなのとかこう悩んでるちょっとしまった。スピリチュアル系に行きたいってことですか？習ったからそっち方面でもサンキャちゃんも習っちゃったし、なんか癒しの手持ってるし、そういうので癒しをこうみんなに振りまくんかなっていうイメージも湧きの、でも集中ケアの認定看護師取りたくて勉強してきた自分がいて、集中ケア専門で誰かを助けるために専門知識持ってる人みたいな感じになれるみたいなところに行きたかったですね、最初は。学校にもし行けたとしたら、家から離れなくちゃいけないですよ。1年間は離れて勉強するじゃないですけど、家族と離れて。そうなん？そうです。本当に学校に入るみたいな。家から帰るんじゃなくて？通えないです。大事件じゃないですか。お母さんがから1年いなくなるって。そうなんですよね。でもそれをもう、旦那が頑張ってんだからって言って行ってもいいよって言うんで、受けたんだけど受かんなかったみたいな感じなんですけど、なかなか受かんないから、それを諦めるのか、また続けるのかっていう思いとかなんかその辺でわかんないんですよ、自分のこと。この間若い人が入院なさって、心臓悪くて、自分の心臓じゃダメで人工心肺を回して、もう一個機械がついて、人工呼吸器もついて、で、倒れた時に多分、ベロを噛んじゃったのかな。で、もう、鼻から口が血まみれで、止まらなくて、で、県内の輸血とかそういうものを全部取り寄せて、もう県内のがないですって言われるぐらい、ずっと入れ続けてる人がいたんですよね。で、その人が最初に入院した時多分合ってるんですよね。血圧上がんないんで、どんどん入れるんですけど、いろんなものを入れてるから、どんどん顔変わっちゃって、こんなでっかくなっちゃって、なんかもうこの人ダメかもしれないっていうところまで行ったんですけど、その人が人工呼吸器取れて、喋ってると見たらもう涙出ちゃって、すごいなぁと思って、20歳の息子さんがいて、で、その人ともたまたま入院した時に会ってるから、お母さんこういう状況で、私が説明する立場で、息子さんがそっと寄ってきてどうしたんって聞いたら、お母さんが元気になったらお母さんに手紙を書いたんで読んでほしいって。看護師さんは読まないでって。お母さんに願い込めて元気になったら、絶対読んでほしいやつがあるんで、託しますって言われてるのが、やっと渡せたんですよ、この間。でも泣いちゃっても。というところに特化したところに行ったらもっとそういう経験ができたりするのかなとか思ってたね。じゃあ今回の質問はお仕事のことですかね？そうですね。
わかってる感じですけど、まあ確かめる意味。まあ、クリティカルケア認定看護師さんになる講師かどうか、みたいな。後押ししてもらえるのか、やっぱ違うんじゃないっていうのか。意外なメッセージがあるかもしれない。よろしくお願いします。お願いします。さとみさんがボートに乗ってて、昨日ボートって私横から見てるんですけど、ライフジャケットが着てるの。私から見て、左側に向かって、船こいでて、でもすっごい急いでるんですよ。氷一本持ってるんですけど、船のまあまあ前の方から、ぐわーってね、後ろの方に一かけものすごいたくさん水掴みます、みたいな感じで、一かけをすごく効率よく使うっていうか、とりあえず早く進まないといけないと思ってるみたい。でも、船の向こう側、さとみさんから見て、右ですね。右側の方から大きな波が来て、さとみさんが船から落ちました。でもね、ライフジャケット着てるから浮くんですよ。でも船はバラバラなってないな。船がこう傾くぐらいの波だったので、さとみさんが落ちて、でもライフジャケット着てるから、海の中には沈まなくって、こうガーンと浮いてるんですね。で、ちょっと泣いてるんです。なんでまたあかんかったのかな、みたいな。私こんなに一生懸命漕いでんのに。で、船のだいぶ先に太陽みたいなのがあって、その太陽に向かって漕ぎたかったみたい。そこに到達したかったみたいな感じかな。まあ、一時泣いたんですけど、まあそんなん泣いててもしょうがないなと思って、もう一回その船に乗って、はぁって思い出した。濡れたなって。で、足とかまあ全部濡れてるんですけどね。水をパンパンで手で払うんですよ。でも、私にはライフジャケットがあるから沈まないって。で、それは多分気力、自分がやりたいって思う気力、それが胸のところにちゃんとあるから。まあ、あかんかったけども、沈まなかったし、もう一回その船に登ろうって思ったのは、気しがれながらも、やっぱまだあそこの太陽に行きたいって思いがあるから、登れるわけやし、もし自分が本当にそこに行く、ちょっと言葉が変やけど、選ばれしものやったら、船が自動的にキュッて動いて、太陽の方に、私全然そんな気なかったけど、船がバーって行ってしまって、私これをやりなさいってことなんやみたいな。自分が思ってる流れと違うから、これは、なんか、神様のご意志じゃないかなって。でね、今、船の上に登って、水をパンパンって洗いながらね、それを思ってるんです。違う道があるんかなーって。でもね、ライフジャケットがあるんですよね。ライフジャケットがあるんですよ。やっぱ気持ちがね。海の中に沈むっていう時はね、ほんまに気持ちがなくなった時とか泣いた時。でもやっぱり船の上にね、あったところで登れるわけじゃないから、やっぱ登ろうっていうのを買って、やっぱりやりたい気持ち。一回挑戦するっていう意味やから、船に乗るっていうのは、船に登って、自分が思ってる流れじゃないけども、でもやっぱりやりたいっていう気持ちがあるの。だからもう一回船を漕ぎます。船は砕けてないし、海は嵐じゃないんです。空とかはちょっと曇ってて、晴れてはないんですけど、嵐来る前かなぐらいの、波も静かではないけど、別にそんなめっちゃ荒波が立ってるとかそういうことでもないんですよ。だから全然漕げるんです。で、またさとみさんは船を漕ぎます。そんなん言ってても、やっぱり自分には気持ちがあるわけやから、思ったようにうまくはいかなくっても、やっぱり漕ぎたいし、どうしても太陽の近くに行きたい。それが、やっぱり自分がやりたいことやから。でね、太陽の近くに行くっていうのは、神様のご意志に近いってところ。大切なお仕事、さっき言ってたみたいな、人の生き死にに携わるとかね。
人がね、この世界に生まれる現場だってきっと大変だと思うんですよ。助産師さんとかね。でも今度は重篤な病気になってしまった。そこで苦しんでる人たちがいる。向こうに召されるかもしれない。やっぱり残った人の思いとかもあるし、その人が今まで生きてきた思いとか、それをどうにかしてこう伝えたいとかね、生まれてやってきたけども、なかなかこう意思疎通できてない関係とか、そういった思いを抱えながら、最後そこので闘病生活始まったりするから、なんか人間ドラマみたいなのがあるから、体もケアしてるんやけど、心のそういったドラマ垣間見れるっていうか、この人の体もケアするけど、心もケアするっていうのがもう、仕事になってる仕事やから、他の仕事よりより神様の仕事に近いんだと思う。それが太陽なんです。太陽のそばに行くっていうこと。さとみさんはそれをしたいから、だからやっぱり船を漕ぎます。そういう思いで船を漕いでる。私もその神様のご意志に近い仕事に携わりたい。やることによって自分だって光浴びれるわけやから、そうやって差し上げるんやけど、その光を自分も浴びれるから、自分にとってもこれ以上ない旅みたいなの、そこにの場にいるだけ、まあ、物理的にはやるんですよ、医療行為をね。もうそこのことに携わることこそがものすごい大きな学びやから、これをやりたい、みたいな感じかな。だからどうしてもやりたいですよね。もうその光がもうすごいんですよ。神々しいみたいな感じ。真っ白じゃなくて黄金っぽい色。神様のご香みたいな感じかな。そこの中に行きたいんです。さとみさんは。でね、今ね、もう一回置いてたんですよ。後ろから船が来て、その船がね、ポニョ見ました？はい、ポニョ見ました。ポニョの宗介が、なんか、その船持ってて、あれが大きくなるの。わかります。だからめっちゃ、なんていうの、大きくてすげえでかいとかじゃないけど、自分の乗ってる船よりは大きいやつで、なんかしかもポコ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 って船、後ろから来た。ミカさん乗ってます。さとみさんって言って、ポコポコポコって言いながら、で、今、ミカさんがさとみさんに向かって喋ってます。で、ミカさんはキラキラしてます。なぜならそれがものすごくいいと思ってるからです。それこそが、ミカさんのしたいことやし、ミカさんは、これをみんながすればみんなが良くなると思ってるから、ミカさんはその船に乗ってくれる人を探してるみたい。船に乗るっていうのが講座を受けるってことかな。さとみさんからすると、自分の船から太陽までまだ結構距離あるんですよ。ミカさんの説明がね、あまりにも楽しそうやったから、なんか楽しそうと思って、ミカさんがありました。で、ミカさんの船に乗った時に、さとみさんがすごいあっちこっち見回してて、だって今まで自分の船しか乗ったことなかったから、こんな船もあるのよ、ベンチもあるって。私の船にはなんか動力なかったけど、この船にはちゃんとエンジンがついててポコポコ言うてはるわとか、でもうすでに船に乗ってる人もいらっしゃって、で船に乗っていらっしゃる方がおいでおいでしてさとみさんを入れてくださってます。って言いながら周り見渡しながら、キラキラ説明しているミカさんの話を聞いてます。やっぱり楽しそう。やっぱちょっと違いますよ。看護師さんのお仕事と、スピリチュアル系の軽い感じ、軽いって言ったらちょっと失礼ですけど、楽しいとかね。今までのその自分が目指してたお星光のお仕事とちょっと系統が違う。なんか、なんて言うのかな。重くないじゃないですか。そうですね。ただ楽しいでやっていけるから、気は楽ですよね。今までやってたことは、やっぱり、めっちゃ楽しいですよ。その楽しいの種類が違うっていうか、やりがいがあるし、本当に人の
の切羽詰まったところを見れるわけですから、うん。それはそれですごい本当にやりがいがあるけど、その分やっぱり大変、責任もあるし、重荷もあるし、だからこそ楽しいんですけどね。でも、このスピリチュアル系の、その、船の上でみんなが、はははって言いながらやってんのは、もう、何かちょっとできひんかって、大丈夫みたいな。みんなこんなことだとか、そんなシーンになるからとか、そんなんでいいのみたいな感じの世界やから、楽しいは楽しいでも、種類が違うんですよね。でもまあ楽しいですよ。できなくても大丈夫とか、そんな自分も聞いてるとか、あんまり負荷がない感じでやってって、いつか、すごく良くなる。もうこれはこれで道があるんかなって。だからすごく気持ちが楽になりながらやってます。やっぱり人と喋るのもすごい楽しいし、そうですね。その隣にいろんな、課題を抱えながらですけども、前向きにみんなやってはるからね。その人と喋るのも楽しいし、やっぱり人やし、今、さとみさんのすごい気持ちがめっちゃ軽いんですよ。楽しいしかないから、僕は。だから、すごく楽しみながら船の上過ごしてます。そういう道もあるのかな。自分は今まで木の船しか乗ってなかったし、太陽に向かうっていうのが自分の道やと思ってたから、船に行こうと思ってたけども、でも今この思いがけなく船の船、上に乗って自分が知らない世界、自分が思わなかった道があるっていうのを知ったっていうのは、この船こそが自分の道、これがあるからうまくいけへんかったのかなとか。今、船の上では楽しく喋ってます。で、そこで、コンチャーチャ教えてもらったり、ヒーリングとかもやって、こんなやり方もあるんだなって。このヒーリングはよく似てるじゃないですか。皆さんがどうしてもしんどい時に背中刺すの。まあ一緒やから。それを、そのヒーリングっていうエネルギーでやるか、手で刺さるか、やってることは一緒やから、今まで自分がこの看護師として学んできたっていうのは、ここに繋がるためのものやったのかな。っていうのを、こう、人と喋りながら、この船の上の生活を楽しみながら、今迷ってます。進む道みたいなもの。言ってたやつですね。でも、さとみさんは、太陽の光に惹かれてるみたい。この船の上楽しいんですよ。やっぱりね、太陽の神々しさにはかなわないですよね。そのスピリチュアルだって素晴らしいと思いますよ、私は。この道でやっていく人かって絶対いると思うけど、でも、太陽の神々しさというか、あれだけ濃密というか、濃いんですね。大切なものがすごい凝縮されてるお仕事っていうか、それにはもうかなわないですね。同じ楽しいっていう言葉は使うけども、楽しさの種類がもう全然違うから。だから、楽しいんやけど、さとみさんが今自分の手元見るんです。サンキャッチャー持ってるんです。めっちゃ可愛いじゃないですか。いらっしゃるし、どんな色使うかなとか楽しいんやけど、これでいいんかなって。で、今、さとみさんが船の中を見渡してます。確かに楽しそう。講座の講師のミカさんはいろんな人に話しかけて、これでいいんだよって。自信ない人もいっぱいいるから、その人のペースがあるから、それでいいんだよって言って、それでホッとしてる人もいるし、もっと進めたい人は、こうやって進むんだよとかね、そんないろんな人の状況やすって声かけてくれて、これも素晴らしいお仕事。で、それぞれの、人があって、やっぱりその人の輝いてる部分であるから、それをもっと自分で自覚して、もっと伸ばしていくっていうために皆さんこの講座を受けてるわけやから、で、それぞれがやっていくっていうのは、やっぱ素晴らしいから、この船の上でやっていくことは素晴らしい。素晴らしいのは素晴らしいんです。それを認識しながら、やっぱりね、後ろ向くんですよね。光がやっぱ気になるみたい。
で、船降りました。この船には、はしごみたいなのがついててね。このはしごを降りていくんです。でもね、みんなが楽しそうにしてるのがすごい眺めながら。だから本当に離れていいんかなって楽しそうやし。私だってそんな、いいよいいよとかね。そんな世界で生きてた方が絶対楽やし。楽って言ってね、ちょっと失礼ですけど。表現があれですけど。こう、頑張んなくていいよっていう、頑張ってることしてなさいってこう、言うじゃないですか、ここの世界が。そういう感じに今使っちゃったから、また苦しいところに行くんかなっていうとこですよね、きっと。ね。頑張るってとこにまた行くんかな。だから同じ楽しいけど、だいぶ違うんですよね。降りて、水の中に行くんですね。海の水お手入れ冷たいんですよ。嵐じゃないけど、やっぱり海やから、波も立ってるから、プールで泳ぐような楽さじゃないんですよ。波とかかかるし、手の流れとかもあるから、泳ぎにくいなと思うけど、でもやっぱり船に乗りたい。自分の船に乗る。自分の船までやっと手が届いて、で、もう一回船の上に登るんですけど、その船の上に登るときにね、一番最初にあった、着てたね、ライフジャケットがまた出てくるの。映画今まで船の方に先が向いてたんですけど、今、決心して、オールって、今方向転換して、もう一回左の太陽の方に行きました。確かに自分はこの世界は楽しかった。船の上すごい楽しかった。頑張らない世界っていうのもあるんやなって。自分はずっとこの木の船に乗ってて、ものすごい勢いで漕いでたわけじゃないですか。それが自分の人生やったから、ただ、船をどこにも進めない。船の上で、ただただ楽しく、立てて、できないと思う自分も受け入れるとかね。そういった、頑張らない世界、自分を受け入れる世界っていうのもあるんだなっていうのは、知れてよかったな、と思ったけど、でもやっぱりそっちじゃない。やっぱりライフジャケットがあるんですよね。やっぱり、泥臭いかもしれへんけど、頑張った先に喜びがあるっていうやり方だって絶対ある。勉強して、日々、患者さんに対応して、患者さんの人間ドラマみたいなところも触れながら、でもやっぱり危機的状況もたくさんあるから辛いこともあって、うまくいかへんこともあるし、こんなことを頑張る。でもやっぱりそこに、他のどこの世界にも感じられない喜びがある。さとみさんは思うから、やっぱりあそこに行きたいなって言って、船を振りました。プロみたいな漕ぎ方で、オール一本持ってるんですけど、たどしくなくてね、右側でオールの先っぽの方を手を丸めてみたいな感じで持って、でオールの真ん中ら辺のところを左手で持って、しっかり漕いでます。さとみさんは波とか海とかの表面見てなくて、光だけ見てて、そこに一歩一歩近づくことこそが自分のやりたいことやって。だから、確実にちゃんとやってます。スピリチュアル系って言ったらね、急にこんなんできるようになったとかね、急になんかお客さんいっぱい来るようになったとかね、そういう都市伝説みたいなのあるじゃないですか。そういうのがあったりするけど、でも今のこの木のボートを漕ぐっていうのは、もう地道ですよね。一かけしたら一歩進む。一かけしたら一歩進む。自分が手を抜いたら船は進まないし、ちょっと手離してたら潮の流れで後ろに進む時があるし、やっぱり自分がやりたいと思うんだったら、ちゃんと確実に進む。一番最初にやった漕ぎ方ってちょっと頑張りすぎ。一かきすごい頑張って漕ぐんですよ。確かにね、一かきあんだけ漕いだら進むと思います。ただ、やっぱり太陽までそんなに近くはないので、バテてしまうし、だから自分の頑張れるペース、もうちょっと長続きするペースでやっていくのがいいんかなって。船の上で学んだことを、どんな自分でもいい。自分の弱さも受け入れるとか、ダメな自分も受け入れるとか、ほんまにまっすぐできなくてもいいとか、
だって差あるじゃないですか。すごいとこに人がっているし、で、思うようにできひん人がっている。でも、どんな人でもいいよいいよってやってた世界やった。そういうのを見て、自分なりに進んでいけばいいなって。確かにそのスピリチュアル系みたいに、パッとできるようになる人が、いるかもしれへんけども、私はこの道が必要。今は、その一番最初の漕ぎ方とはちょっと違う。ペース。で、もし、これで、もう一回船を落ちてしまったとしても、まだやりたいやったらまた乗ればいいし、だから、そんなにすんなりできなくてもいいから、その、スピリチュアル系の船のにいようが、自分がこの太陽を目指そうが、その考え方は一緒やから、その船を自分の無理なく漕いでます。そうするとね、今で、嵐直前の空、そこがファーっと晴れました。一番、先の方に太陽あったんですけど、そこの周りだけ最初晴れてたんですよね。その晴れてる空が、わーって広がってって、自分がいる海すべてが晴れました。さとみさんは最初、太陽の方に行きたかったんですよね。太陽の方に行かないと、そこだけしか晴れじゃなかったから、そこに行くまではちょっと辛かったんですよね。でも、船から落ちてる自分だっていい。で、自分が思ったようなスピードじゃなくたっていい。自分の無理をするようなスピードで漕がなくたっていい。自分は自分なりの進むペースがある。で、そしてそれを楽しんでいけばいいって分かった時に、それがわーっと広がりました。晴天なんです。雨も飛んで、今、波の音が聞こえてる。心地いい波の音って意味です。平和みたいな感じかな。あれ、気持ちいいって。自分はこれが修行やと思ってたんです。船を漕ぐって修行で、ああいうとこまで行くのがゴール。活躍する場だと思ってたんだけども、今その船の上で学んだことを今、自分の船の上に活かせるわけじゃないですか。でそういう時に、こんな船を漕ぐっていうことは修行じゃない。これも自分の人生の一部やし、これも楽しめる。船を漕ぎながらでも別にカモメの鳴く声も聞こえるし、波の音も聞こえるし、自分がこうやってオールを漕ぐときにピチャっていう音があってすごい癒されるわけ。風気持ちいいし、たまに飛行機も通って飛行機にわーって手振ったりして、今はなんか多様性を認められるみたいな感じかな。飛行機に乗ってピューって飛んでいける人だっているんですよ。それはそれでね、その人の何かの役目があるんでしょうし。この人もいるし、自分は船を漕ぐ。でも船を漕ぐって別にね、飛行機ほど速くはないかもしれへんけど、船を漕ぐ魅力ってあるんですよ。船にしか分かれへん波の音とか、風の感じ、夜風が頬に当たる心地よさとかね、それは世界に乗ってる人には分からないんですよ。リスナーの人ってもうゴーって言ってるから、聞こえへんし、音楽しみでできないでしょ。夜風感じるとかない。だからセスナには、セスナの良さもあるかもしれへんけど、船には船しかできへん良さもある。だからセスナの方が早いから、すごい楽そうに見えるし、早く見えるし、天に高く見えるから、良さそうに見えるけど、そうじゃないんですよね。セスナの良さを楽しむ人。ボートの良さを楽しむ人。そう、差だけ。だから、なんかちょっと憧れてたところがある。でも、自分はもうこれでいい。私は、この世界を楽しめばいいんだなって。今、自分のペースで、船を漕いでます。だから、この船を漕ぐというところも楽しんでる。だからすごく楽しいです。楽しみながら、しかも自分がやりたかった太陽の方に、晴れたでしょ空が。で、そうすると、今度ね、太陽がどこにあるか分からへんなって。あれでも私どこに向かって行っていいのかなみたいな。今すでにここで楽しいわけやから。ちょっと迷子になってます。今ね、船の上をパーンってイルカが飛びました。で、船の上から手を水に
入れてね、めちゃくちゃってしてるんですけど、あ、気持ちいいなーって。さっきは、水冷たいなと思った。でも、今、晴れてるねんな、この世界って思った時に、ただただ気持ちいい水やってんなって思ったみたい。で、さとみさんが水着になって泳ぎました。イルカも飛んでるし周りに、さとみさんが上を向きながらぷかーっと浮いて、ビキニ着てるんですよ。それが可能かどうかわからないですけど、海の上でちょっと寝てます。大胆ですね。めっちゃ気持ちいいみたい。これも生きるっていうこと？楽しむ？誰の役にも立たない。でも、いいんだな。これも生きてるの一つ。生き方がだいぶ変わりましたね。で、今、水着のまま、喋ってきて、で、もう一回漕ぎました。うん。やっぱり左にあります、光が。でもなんか最初の感じとは全然違ってて、今はなんかリゾート地に来たさとみさんがビキニ着て、ライフジャケット着て、海の上に浮かんでる三角の浮きみたいなやつ、ところにちょっと行ってみようかなぐらいの感じで目指してます。この過程も楽しんだらいいかなって。あそこに行くだけがゴールじゃない。光を浴びるじゃないから、今からで十分太陽の光を浴びてるわけやし、行ってるだけでも、まあ、ある意味達成してるみたいな感じやから、でも、そういう世界の中でも、やっぱり、浮きのところが、何があるか見てみたい。行ってみたらどうなるのかなぐらいの軽い感じで今こいでます。まあ、これもありかなみたいな。だから、さっきまで木の船だったんですけど、今は、大きめのサーフボードでね、上に乗ってこう、船みたいにこうやつ、ありますね。ありますよね。あれに変わってます。多分今リゾートみたいな感じかな。リゾート気分です、今は。最初の世界と違いますね。後ろからパーンってイルカも飛ぶしね。なんか生き方自体をちょっとなんていうかな、間違えたってわけじゃないけど、感覚が変わる。そうかもしれない。必死に泳いで、ボールに向かってやってたけども、カップルの船の上に登った時に、全然違う感覚を教えてもらって、それを今、海の上でそれが応用できるみたいな感じかな。風景なんですけど、今南国のリゾート地で、ビーチに何人かいて、それは皇族出た人で、お兄さんって言って手振ってて、楽しいよーって。中でやっぱりその講座を受けたっていうのはすごく大きかったですよね。やり方が変わったっていうか、生き方が変わったっていうか、それはみんなが教えてくれた。講座を受けてた人たち。それはもちろん講座の内容も先生も良かったと思うんですけど、講座の人たちがやっぱりその、中にはセスナに乗りたいとかって言うから、やっぱりみんながそんななれるわけじゃないし、それなりに自分のペースを守って、それを受け入れる。見せてくれたから自分が出てきるようになったわけやから、そういった意味ですごく大きかったし、講座を受けてる人たちがわーって手振ってさとみさんを送り出してくれてるんですね。楽しいよーって。今まではその船の上を泳ぐことが楽しいと思わなかった。でも今はその船が今形状変わってね。その船を乗ってること自体が実は楽しかったんやな。と思って、船ってぶらつくから、落ちたりが、ははははって言って、濡れたみたいな感じで、今は体が出てたわけやから、思いがけなく落ちたけども、ラッキーやったわけじゃないですか。体冷えたしよかったわ、みたいな。ラッキーやったわ、みたいな感じで、もう一回上に上がって、ははははははってなってるかな。なんか今まで落ちたっていうのがすごくショックやったっていうかね。なんで落ちたのかな、濡れたしなぁ、どんなぁとか思ってたけど、イルカと一緒やな、濡れたっていうのも気持ちよかったやんって感じで、もう別に落ちることが悪いと全然思ってない。だからすごく強くなった感じがします。で、今はオール持ってこいでて、海の底の方も見えて、魚が泳いでて、すごいよかったね。
とみさん、着いたよ光に着いたよ。やった足元遠いと思ってた。嬉しい。すでに目の前に光がもう来てて、その光の中にね、なんか人がいて一人、その人がね、光と同じ色してるんですよ。神様みたいな人かな。ひとみさんにギューってした。嬉しいんだった。嬉しいね。仕方の問題。これは、やったーって言って、さとみさんが泣いてる。こんな泣き方あったんや、みたいな。コースに受かる前に、その人生観が変わる、やり方を変える必要があった。これは、今後も結局一緒。これからいろんなハードルが出てくると思うんですよ。これやって、次これやって。これをやるたんびに、全部が最初の人間みたいに、やっていくとやっぱりしんどくなっちゃうから、別のことが楽しいっていう感覚で、新しいスタートを切らないといけなかった。だからの新しい人生、いろんなことが起こる人生で、今のこの心持ちでやっていける、ふみさんの準備が整った。嬉しい。っていうところかな。で、ふみさんが一歩前に行きます。光の中に一歩ね、パーって入ったんですよ。そしたら、光の中で、現場で働いてたり、勉強したり、家族と連絡取ったりね。でもその中でも、今日太陽気持ちいいなとか、そういった心の余裕もあるし、だから、全部が楽しいかな、今は。これこそが生きてるって感じかな。全部が輝いてます。仕事してる時も、勉強してる時も、家族と喋ってる時も、ただベンチに座って、そのさっきのサーフボードの上に漕いでる時みたいに、ただ風を感じる。全部の場面が太陽の光に包まれてるみたいな感じかな。だからすごい充実してるし、生きてるって感じ。現場で頑張ってる時こそが生きてるっていう感じなのかなと思ったら違うな。全部が充実してる。自分を許せてるし。やっぱできない時があるじゃないですか。そうですね。でもそれも受け入れられる。こんな感じで、今なんか他の看護師さんに呼ばれて病院に行きました。めちゃめちゃ嬉しい。泣きそう。さとみさんがライトワーカー講座を受けたというのは、そういう意味があったんやね。看護師さんとして働いてる時だけじゃなくて、どんな場面でも輝いているさとみさんの姿、ほんま素敵やったな。にゃんこもこれから昼寝してる時も、紅茶とチョコを食べてる至福の時も、私生きてるわと思いながら過ごしたいと思います。にゃんちゃねのチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。